さあ今週も始まりました格ゲー喫茶ハメジュン。これみんな顔見えてるよね。いやもう見えてますよね、顔ね。これ見えてます見えてます。いやいやもうなんかその兄弟みたいなのが見えてますね。兄弟みたいな2人がああ、僕といつかちゃんの配色が同じ？全く同じですよ。いやいや違うね。これ自粛期間明けて外出れるようになったら真っ先にやることってのは髪の毛を染めることなんですよ。そうなんですよ。染めたてだから大体同じ色になっちゃったっていう。いやそんなことどうでもいいですよ。マスターも何なんですか、はいその塾講師みたいな感じ。塾講師じゃないですよ。ということで、はい、今回は、はい、より環境を整えまして映像ありのリモート収録でお送りしていきます。そして今日は我々3人だけではありません。リモート出演していただくゲストの方をお呼びしています。どうぞ。わあおお。わあ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ということで本日のお客様は丈太郎選手とランチ選手のお二人です。今夜のお客様、1人目は丈太郎選手。プロゲーマーでありながら会社経営も手掛ける若手トップクラスの実力を持つ注目プレイヤーです。2人目はランチ選手。鉄拳ワールドツアー2018チャンピオン。韓国のプレイヤーですが現在日本に留学中。最近は外出自粛だったりいろいろと大変な時期だったと思うんですけれども、お二人はどのように過ごされていましたでしょうか。なんか僕は最近韓国ドラマにハマって、ネットフリックスで韓国ドラマめっちゃ見てましたね。愛の不時着？愛の不時着も見ましたし、リテオンクラスも見ました。わかる。あと料理もしてましたね最近。普段ゲームやってるからゲーム以外のことをちょっとやる時間がっていう感じですね。そうですね。丈太郎さんなんかこう配色がマスターと同じに見えるんだよね。マスターの20年前みたいな。20年前髪型も確かに確かに。ランチューさんは何されてたんですか？いや僕は鉄拳活動をした時に真面目に鉄拳だけしなければならないプレッシャーがあったんで、この間できなかったゲームをいろいろやりました。何やったんですか？になる PC ゲームの LOL とか、ストリートファイターとか、実はランチ選手とリーグオブレジェンドのフレンドなんですけど、一生やってましたよ。本当。一生。鉄拳をやりつつも他のゲームをバリバリやってたと。鉄拳も少しサボった感じもあったんですけど、正直僕嘘つそれ自分でけないんで、言わなきゃいいんだ。言わなきゃいいのに。ちょっと嘘つけないんで、その外出自粛期間中ってゲーム以外の部分で特に変わったところとかってあるんですか？本当に何もしてなくていいよ。本当に何もしてなくて、こうなんかもう顔にも肉がもうバリバリついてて家を出ないからやっぱり太ってしまいますね。太る。わかります。いや太るよ。丈太郎さんは何も変わってないよね。そういう感じでいくと。確かに。僕18歳ぐらいからずっと炭水化物食べてなかったんですよ、一切。どういうこと？すごっ。そうなんか昔から太りやすいし肌も荒れやすかったんで、それがちょっとトラウマで、一切炭水化物と糖質取ってなかったんですけど、そう最近はUberEatsとかで食べちゃってますね普通に。やっぱウーバーイーツやってんだ。いやもうUberEatsすごいっすよもすごいよね。すごいね。う。すごい。配信中とかにピンポンとかなったらウーバーイーツなりだみたいますなり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 ます。よくあるあるですよね。そんなお二人ですが外出自粛期間中ゲーマーとしてはどのような活動をされていたのでしょうか。ゲーマーとしては配信とかもやってらっしゃいましたか？どういう風に活動してました？そうです。最近は僕ちょっと自分のいつも一緒にやってる6人ぐらいのメンバーがいるんですけど、そのメンバーと東京ファイティングゲームコミュニティっていうチームを作って、東京ファイティング FGC っていうんですけど、それのブランドの服をちょっともうずっと家で作ってたり。ブランドの服を作ってるってやば。ゲーマーだったらゲームの大会までは考えられそうだけど、じゃあグッズ作ってみようとかになると、ちょっとこれ言っていいのか分かんないけど、さすが伊藤忠だなって思いますね。っていうかなんか言いたくて仕方ないんだけど、伊藤忠と蘭忠なんだね今日は。
そうそう伊藤忠ランチで伊藤忠ランチいや本当にいやなんか自粛明けたって感じですね。この俺のくだらないこのダジャレが自粛開けたって感じ。感じしますね。ランチュさんって配信でどんなことされたりしてるんですか？いや僕もまず配信してないんですよ。僕ゲームやってる時に全く喋れなくて、まあ配信やった時期はあったんですけど、それで面白くないなと自分から思って、まあしなくなりましたね。そうなんだ。絶対知りたい人いっぱいいるのに。なんか頑張って喋りながら配信しようと思ったらゲームに集中できなくて、またゲームに集中したら喋らなくなったりするので、珍しいですね。配信をやってないですっていう人って。だからこそそう生で見れた時嬉しいっていうのがあって、ハメジュンで多分ランチさん映ってみんな嬉しいと思いますよ。やっぱりその2カ国語をねこんだけ操れる格闘ゲーマーって珍しいので、やったらね絶対需要があると思うんですけどね。だからぜひぜひやってほしいですね。はいまあ近々しようと思います。僕も楽しみです。機会があれば見たい。見に来てください。見に行きます。大会などの活躍の場が少なくなっている現状についてプロゲーマーのお二人はどう感じているのでしょうか。今年はそのエボ2020をはじめとしてさまざまな大会がですね中止になってしまったりオンライン開催に切り替わったりしている現状があります。2人っていうのはどういうふうに感じてらっしゃるのかっていうのを聞いていきたいんですけれども、どうでしょうか。またネット回線も個々やったら全然違うじゃないですか。自粛期間の間に、日本とか、世界的な経済が進歩して 5G がどんどん進んでくれたらそういう大会オンライン大会もメジャーになるんじゃないかなって思っててすごい期待してます。今の回線状況じゃちょっとその平等性っていうのがあんまり取れないなっていうのが正直な感想です。そうなんだよね。去年結構満足できなかった結果となったので、この間に練習しなきゃ、もうコロナが終わってから大会がまたある時に結果に出るかなと思って今も頑張ろうと思っています。その練習っていうのも結構難しいですよね。特にお二人コロナの、状況になる前って結構オフライン練習会にすごい参加してた印象があって、その辺どうですか？練習環境の変化っていうところ。自分の家が回線が結構良くないんですけど、新しく今家の近くに屋上のペントハウスを1個借りてそこをすげえわ気になるちょっと借りてそんななんかそんなみんなが想像してるでかいペントハウスはなくて、ちょっと軽く家作ったみたいな感じの物件があったんですよ。そこを借りて完全にゲーミング配信ハウスにしようと今思ってて、その点僕は不動産なんで経費で落ちるんでそこはマジか。出た賞金総額は150万円。5月から6月にかけて行われる鉄拳7の大会トパンガリーグクロス鉄拳7。先日から開催されている大会トパンガリーグクロス鉄拳7にお二人とも出場されていて見事決勝リーグ進出を決めましたよね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。予選リーグから国内トップレベルのですね選手たちがもうたくさん集っていまして、かなり厳しい戦いだったと思うんですけれども、感想を聞かせてください。いや僕 B ブロックだったんですけど、僕が常日頃全く勝てない相手ばっかだったんですよ。でもそこでちょっと新キャラを投入してで、結構時間もあったのでもうずっと人対策を詰めてみんなもずっと練習に付き合ってくれましたし、多分他の人よりも確実にやってる自信があったので今回の大会だけはかなり自信持って挑めましたね。丈太郎選手は4勝3敗ということで、ノビ選手だったりダブル選手っていう鉄拳ワールドツアーでファイナルで上位に残った人たちにすごい圧倒して勝ってたんですよ。多分このトパンガリーグクロス鉄拳で最もそのみんなの予想を超える活躍をしたのは丈太郎選手なのかなっていうふうに自分は印象を持ってるんですけど、その2人にスポットを当ててノビさんだったらこうするんじゃないかなとかダブル君はこうやるからこうしようっていうのを、みんなで本当に話し合いながら研究して、僕だけじゃなくみんなの力で
勝つことができましたね。はいいい話だ。僕初日にすごい結果が悪くて、観客とか何もないんで逆にもう緊張しないと思ってたんですよ。思って軽い気持ちでちょっと大会したら逆に緊張しすぎてもう初日全く動けなくて。そうなんですよね。初日がすごい成績が1勝2敗。ただ2日目にその一気に調子を戻して、最終的には5勝2敗という成績で予選をね突破したわけですけど、この初日と2日目の違いと一体何だったんでしょうか。オンラインだとあんまりこうちょっとやっぱり回線が良くてもオフラインよりはラグがついてるから守りよりは攻めた方がいいかなと思って、もうその日の夜にもう攻める練習をして、2日目はもうガンガン攻める戦法でいきました。なるほど。よかった。ラグありきのね戦いというか攻略なんですもんね。これお二人じゃあその戦いを通して印象に残ってるシーンとか戦いとかってありますか？やっぱ僕ダブル君ですかね。僕ダブル君が TWT のファイナルに出る1週間ぐらい前にそのオフライン対戦会で対戦したんですけど、僕28連敗かましたんですよ。28連敗。そこからの勝利。同じプロ同士で28連敗したらもはや格付けできちゃってるんでまあでもその後の成果が出たので、自分的には一番心に留めておきたい試合ではありましたね。なんかその負けた印象がすごいある状態で戦うってめちゃめちゃなんかメンタル面悪くないですか？そののびさんとダブル君は特にそうで、本当に負け癖がついてる相手2人だったんで、そこをやっぱこう超えることが自分のこれ今後のプロ生活で一番必要なことだっていうのも思ってたんで、はい、すごいな。ランチュさんはいかがでしたか？なんか印象深いベストバウトみたいな。初日のまっちゃん選手とした試合が一番印象に残りました。いつも大会に出てる常連以外にも結構強い強豪がいるなと思ったきっかけになりました。まっちゃん選手っていうのは、そのトパンガリーグの予選リーグに出るための、オンライン予選を勝ち上がってきたエリザっていうキャラクターの使い手の方で、エリザっていうキャラクターあんまり大会でこれまで見なかったんですけど、一応今回のバージョンで結構強くなったっていうのもありますし、でそのやっぱりエリザを使ってる人たちがずっとこうエリザをやり込み続けてきて、そのやり込みっていうのが実った結果だったんですね。でランチ選手はそのまっちゃん選手になんとその 0-3 で敗れるっていうところで、みんな驚いたんですよ。本当にあっという間に 3本取られて負けてしまいましたので、もうこの流れじゃやばいと思ってもうその日練習して2日目頑張りました。勝った試合が印象深いっていうパターンもあれば、負けた試合が印象深いっていう、何を学んだかってことなんでしょうね。そこからそうですね。トパンガリーグクロス鉄拳7本戦以降はトーナメントではなくリーグ戦で争う大会で、鉄拳での開催は今回が初となります。その本戦ブロックに参加するのは招待選手14名とオンライン予選を勝ち抜いた2名の計16名。 A ブロック B ブロックに分かれた総当たり戦。各グループの上位3名が決勝リーグへと駒を進めます。いや緊張しております。緊張している。珍しい。でも珍しいと思う。珍しいですかね。家でやるってないよ、あんま大会。確かに、今回は大会用にいよいよ仕上げてきたので、どういう風に戦えるのかちょっと不安なんですけど、頑張ります。楽しみですね。はい。野呂間選手聞こえますでしょうか？はい。でしょうか？ブレてないですね。もう一貫してカステラ食ってるんで、すごい久しぶりの大会なんですごい緊張してるんですけど、全力出せばいいなと思って頑張ろうと思います。そうですね。もう緊張して2時間でトイレ10回ぐらい行ってます最近いい感じなんで全力で頑張ります。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。2日間で56試合が行われ、どの試合も白熱。選ばれしトッププレイヤー同士の激戦は配信でも大いに盛り上がりました。攻めて止まらず一勝有利、一勝有利。長太の勝利が近いぞ。このまま決めたい。リダヤッパーから速い展開を作っ
っていく。 A ブロック1位通過は青選手。新キャラファーカムラムのポテンシャルを引き出し決勝リーグへ。これはもう状況確認で打ち切っていきました。最後だけランチュになりましたね。残り10秒。1桁。圧倒的な強さを見せたのがゲン選手。強豪揃いの B ブロックを6勝1敗で1位通過。今シーズンの調子の良さを伺わせます。コンボ制度だともうやっぱり集団ジャンプを返すが。昨年の鉄拳ワールドツアー覇者チクリン選手は安定した戦いを見せ5勝2敗で2位通過。避けている。だが遠い。 B ブロック2位はタケ選手。勢いのあるゲン選手に唯一土をつけました。ドライブ打ちやすいのはスティーブ。打っていった。初日1勝2敗と苦しんだランチ選手。2日目は怒涛の4連勝で3位に滑り込みました。とんでもないパワーがある。しっかりと壁際でありゲン選手と並び今大会注目を浴びた新世代プレイヤー丈太郎選手。ノビ選手やダブル選手といった強敵に打ち勝ち3位でリーグ通過を決めました。いやー熱い戦いでしたね。いやこちらの決勝リーグの方がいよいよ明日6月13日土曜日から、開催となります。お二人にはぜひ頑張ってもらいたいです。どうですか意気込みの方は。ここまで来たら勝ちたいですね。優勝したいです。100万取りたいです。ダメだ心の中でちょっとはした金じゃないって思っちゃった。いや違う。俺も今思っちゃいましたね。みんな思ってる。じゃあ最近車ぶつけたんですよ僕。いや修理したい。ランチさん意気込みの方いかがですか。1年ぐらい優勝もう優勝してないんでそろそろ優勝したいなと思っております。頑張っていただきたいです。いやもうそうっすよ。それぞれの自分以外の注目選手を一人聞いてみたいんですけど。注目選手はやっぱ玄君。やっぱりなんか日韓戦が最近あったんですけど、3ヶ月4ヶ月ぐらい前にあって、その時から動きがやばいっすね。なんかやばいっす。そうなんだ。大会すごい楽しみですね。当たるのも楽しみですし他の人と対戦を見るのも楽しみです。青は、最近新キャラでファーカムラムという新キャラを使ってそのキャラの対策がかなり難しいと思うので結構心配しながら練習をしています。対策の練習をしてます。青は注目だと、そしてリモートとはゆえせっかく来てたので、トークだけじゃなくぜひお二人には対戦しているところを見せてもらいたいなと思うんですけどもこれよろしいでしょうか。しましょう。お願いします。もう本当に、いや楽しみ。お願いします。いやボコボコにしてあげる。ここまですごい丁寧だったのにお願いします。久々のエキシビションマッチ丈太郎選手 VS ランチ選手。はいというわけでここからはエキシビションマッチ丈太郎 VS ランチの試合を見ていきたいと思います。きたー。はい絶対勝ちます。はい軽いな。シンプル。さすがだぜ。2個前の試合は僕が勝って前回はランチュ勝ったんで、次は僕の番ですねやっぱり。違うよ。飲んでもう早くも始まっている。それでは始めていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。パンダはねクマでサーモンを見せてくれたことでも印象深いですからね。あの時はクマでしたけど、選ばれたのはトワイライトコンフリクトということで、この壁を破壊して下のステージに移動するっていうギミックがあるステージになってます。さあ始まります。謎の色ですね、今回もランチのパンダは。本当だ。可愛らしい。こんなパンダは存在しないんですが。そうですね。おっとこのパンダ体がでかすぎてコンボがちょっと入りづらいというところがありました。しかも対戦あまりプレイヤーが多くないキャラクターですから丈太郎がこのパンダ対策というのはどこまでできているか。ここはパワークラッシュを2つしっかりとガード上から連射アタックからの攻めにつないでいきます。ここでランチは0状態攻撃力が上がっている。シャガパンから細かい攻めから転がって2択。この鉄3個からドライブ、これは潰してさらに下段に押し込んだ。まず1ラウンド目取ったのは丈太郎リロイ。
もう少しこのランチのバックに出すレイジドライブが早ければランチの勝利でしたが、この反撃のミスにしっかりとつけ込んでいくのはランチのパンダ。浮気人権を回避しましたが、接近戦段階長頭突きを2つ、さらにこのカウンターからの追撃、うまいぞ。ここは横に空振りさせてランチのお得意の熊無双による透かし確定から置き攻めを仕掛けていきます。どうやって削り取るか相手の体力。おーっとベアラリアットに避けるか。中段2つ目、ここね中段から上段の連携もあるのでランチはしゃがむか反撃っていうのを狙ったんですが、中段に来ましたね。しゃがんでかわせば確定取れますから。反撃でというのがありました。いやーちょっとこれは上段のペースか。2ラウンド取って、しかももうランチの体力は半分切っている。あとは削るだけ。ここはうまくガードから反撃、少し追いついてきましたか。いやそれでもまだ上太郎がペースを握っている。さあどうするランチ、後がないぞ。0状態まで追い詰められました。体力がまず、おーうまい。龍河賞透かし確定を決めて3ラウンド連取、勝者上太郎。すごい勝ち切った。ということで、では、感想を聞いていきましょうか。いやーランチューのなんていうか気になりますね。とってもランチューがなんていうかすんごい気になる。煽ってる。このゲーム本当にギリギリ勝負で応し本当に悔しいです。ギリギリの勝負だった。ギリギリでしたね。惜しかった。はい。はい。ランチさん、上太郎さん、熱いバトルありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今宵の格撃室ハメ人はそろそろ閉店のお時間となります。いつもとかなり違う感じでお送りしたわけですけれども、じゃあまずは淳くんどうでしたか？やっぱリモートでも何でもみんなの顔が見れるの楽しいですね。やっぱ生でプレイヤーの方がゲームやってくれて、でそれを見ながらああだこうだ言う、知識が正しいとか間違ってるとか関係ない、思ったこと言う、楽しいなと思いました。プレイを生で見たいと思いました。このリモート越しも新鮮でいいんですけど、そう生で見たいですね。やっぱり楽しかったです。はい、ありがとうございました。それではゲストのお二人にも聞いていきましょう。まずは上太郎選手から、いかがだったでしょうか？前回とあんまりスパンが開かずに呼んでいただいたんでレギュラーしてください。ありがとうございます。じゃあ一度みんなでペントハウスでちょっと会議しましょう。そうですね。完成したら呼びます。はい、リモートでももちろん楽しいんですけど、みんな会いたいなと思いました。あと上太郎にはやり返したいと思います。二先だったら勝ったから。二先だったら勝った。二先ならでも本戦7試合選手ですよ。そう。ぜひそこでリベンジを果たしてください。リベンジしたいと思います。超楽しみだそれ。はい、ということで、本日のお客様は上太郎選手とランチ選手のお二人でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。次週はボンちゃん先生による格ゲーレッスン特別編、お楽しみに。